Welcome to episode 33 of the Asian Football Show. We have a long overdue and long awaited interview with Mina Tanaka of the Utah Royals and Nadeshiko Japan. Uh, I apologize in advance here. This interview took a very long time on my end. Just not just because I had a very busy schedule, but this was my first time conducting an interview in Japanese, my first time having to translate everything over back into English, and doing that while also having never edited a video before. So it's a lot of firsts for me as a good learning experience, but yeah, I do apologize for the wait. But yeah, here it is. Without further ado, episode 33, interview with Utah Royals and Nadeshiko Japan forward Mina Tanaka. はい、田中美奈さん、サッカーを始めたのっていうのは何歳から始めましたか？5歳から始めました。5歳。始めたきっかけっていうのはありますか？兄が、3歳年上の兄がやってて、それの影響で始めました。じゃあ、サッカーを本気っていうのは変ですかね。クラブチームとかでちっちゃい時から始めてたってことですかね。小学生の時は地元のサッカークラブみたいなのをやってて、中学から、オーディションを受けて、それに受かって、クラブチームで中学生から始めたんで、厳しいことも学んだのは中学生から学びました。東京の東京ヴェルディメニナで、サッカーやってたと。メニーナ、はい。メニナですね。やってたと思うんですけど、その経験に対しての感想とか、そういう思い出とかありますか？特に。その当時の監督がすごい怖くて厳しい人で、サッカーはもちろんそうなんですけど、その学校の成績とかも毎年提出しなきゃいけなかったり、その遅刻とか、休みとかも、その厳しかったんで、そういう意味で中学高校は、両方厳しく、見てもらえたのが、今となって良かったなと思ってます。メニーナで一緒に今代表に出てるチームメイトとかいました？今は結構います。長谷川選手もそうだし、この間だったらもみき、三浦、今怪我ですけど清水とか、結構何人もいます。それで日本代表は アンダー17の女子ワールドカップで出場してたと思うんですけど、そのトーナメントってよく覚えてますか？アンダー17の時はあんまり試合に出てた記憶がなくて、決勝戦で韓国ですかね。韓国で確かペはい、ナルティで負けた。はい、PK のその記憶はあります。ですね。その1年後ぐらいになでしこがドイツで女子ワールドカップ勝ちましたけど、それトーナメント見てました？もちろん、はい、見てました。そのチームで一番憧れだった選手とか一番好きだった選手とかいましたか？いや、当時は高校生で、でもやっぱり澤さんが、大事な場面で点を取る、ワールドカップ決勝の舞台でっていうのはすごく印象に残ってます。そのなでしこのファイナルとか決勝戦とか見た時の思い出とかどこにいましたっていうそういうの覚えてますか？高校生で、アンダー19とか18とかの代表合宿中だったと思います。その何年か後に2013年かなんかになでしこのデビューしましたけど、その時にそのワールドカップを勝ったっていう選手とか憧れであった選手に会うのって緊張するもんなんですかね？いや、18歳で初めて代表入って、緊張しました。ですよね。そのデビューでゴールも決めましたけど、ポルチガルでそのゴールよく覚えてますか？でも、ごっつぁんゴール、ラッキーゴールだった、ヘディングだったと思うんですけど、はい、ラッキーゴールだったなと思います。1年前だと思うんですよ。その2012年のアンダー20のワールドカップが日本で行われたと思うんですけど、国立のスタジアム、もうなくなったスタジアムでプレー、そのスタジアムよく覚えてますか？
実際にプレイして。覚えてますね。で、まあ、ドイツ戦とナイジェリア戦。で、ナイジェリア戦が一番人が入ったのかな。3万近く入ったと思うんですけど、まあ、日本開催ってこともあって、すごく楽しめた大会と、まあ、ちょっと悔しさも残った大会でした。そのスタジアムで代表を見たことっていうか、その前はなかったですかね。国立、でも小学生の時にやっぱりよくお父さんとかに試合を連れてってもらえてたんで、国立でよく試合は見てました。そのスタジアムでずっとちっちゃい時から試合を見てたスタジアムで自分が3位のその試合を、試合をプレイするっていうのはどんな経験でしたか？いや、まあ、普通に、まあ嬉しかったです。はい。それでまあ2018年まで来ますけど、女子アジアカップ、優勝なでしこがしたトーナメント、一番思い出にあるものとかありますか、そのトーナメントから。どのトーナメントですか？2018年のアジアカップ。いやー、あんまり覚えてないです。覚えてないですね。確かベトナムの試合でゴール決めたと思うんあですけど。ー、そうですね。まあ、アジアカップなんで、あんまり、そんなに強く印象には残ってないです。ですね。それで次のその2019年の女子ワールドカップ代表に選ばれなかったところで、一緒の次の年に東京ベルサから神戸に動きましたけど、それってきっかけでした、その動くのっていうのは。そうですね。まあ、2019年落選したことによって、まあ、環境を変えないといけないと思って、移籍することにしました。それってまあその次のレーベルクーゼンのドイツのローンも、それもまあ自分を試してみたいっていう感じだっそうたんですかね。ですね。はい。まあ、その時も東京五輪の前だったんで、まあ、その自分の成長とともに、その、ワールドカップ、オリンピックに選ばれるために、まあ、決断をしました。ドイツのリーグ、日本の今は WE リーグですけど、それと比べてレベルはどうですか？まあでも、日本のやっぱりテクニックだったり、賢さっていうのは、本当に日本選手が誇れるものだとは感じますし、まあドイツだとか、今アメリカでプレーしてますけど、まあ強度の高かったりとか、その球際の戦うとかっていうところは、まあもっと日本 WE リーグもやっぱやるべきところかなとは思います。2020、まあ、21年になりましたけど、オリンピックを東京で行われて出場してましたけど、その新型コロナウイルスの影響で、やっぱりロックダウンっていうか、ファンが全然いないところで試合、まあ、されましたけど、その経験はどうでしたか？いや、正直まあ残念でしたね。まあしょうがないことだと思うんですけど、せっかくの日本開催で、まあ家族とかも見に来れない状況っていうのはすごく残念だったなと思います。オリンピックだけではもちろんなかったんですけど、その選手、試合をやりながらファンがいないっていうのは、その経験っていうのは、やっぱり選手としてすごい違いますか？ファンがいるのといないのとっていうのは。全然違いますね。で、特にやっぱり日本だったんで、まあホーム感が得られると思いますし、ままあそのコロナってことで、まあ開催されるかどうかも難しい状況であったと思うんですけど、まあ開催されてありがたいですし、まあお客さんが入ってたらもっと良かったなというふうに思います。2023年まで動きますけど、その女子ワールドカップ、一番思い出にあるモーメントとかありますか？2023年の女子ワーオーストラリア、ルドカップ。ニュージーランド女子ワールドあカップですね。うーん。まあでもやっぱり楽しかったですけど、そのベスト8の壁がやっぱり厳しかった。そこをやっぱ改めて感じて、まあ悔しかったです。特にグループステージのスペイン戦が思い出になりますけど、あの試合で田中選手ゴール決めましたけど、あの試合は思い出になりますか、やっぱり。まあそうですね。まあちょっとうまくいきすぎてたんで、まあ全部カウンターがこう、はまったっていうところは、まあカウンターでも点取れるっていうのは、まあ
その当時、やっぱ自分たちは自信にもなったですし、まあ自分もゴール決められて、まあその時家族も見に来てた時だったんで、すごく良かったです。それでは去年のパリオリンピック、ファンがちゃんとスタジアムに戻ったところで試合出れましたけど、そのトーナメントの経験に対しての感想はどうでしたか？まあでもやっぱりそれもベスト8で悔しかったですし、うーん、まあメダルまでやっぱりまだ足りなかったんだなっていうふうには感じました。あとはまあ、日本代表を応援してくれるサポーターとか、日本人じゃなくても日本のことが好きな人が増えてるのを感じて、まあそれは嬉しかったです。田中選手としては女子ワールドカップとオリンピックとどっちのが勝つのが難しいトーナメントだと思います？まあ難しいで言ったワールドカップの方がやっぱチーム数多いですし、っていうのは難しい。まあオリンピックはチーム数少ない中で、まあ、タイトですけどスケジュールは。まあ日本人はそれをアドバンテージに取れるとは思うんで、まあどっちかっていうと、ワールドカップの方が難しいのかなっていうふうに思います。今年のシービリースカップ MVP4 ゴール3アシストってなりましたけど、そのアメリカに勝った試合に振り返ってそのアメリカに優勝できるっていうのが最近ずっとなでしこはできなかったところだったんですけど、それに対しての感想は何ですかね？まあやっぱパリオリンピックでアメリカに負けて、まあボール保持率だとか、やっぱり全然自分らは守備ばっかしちゃって、それをこう攻撃につなげられなかったっていう反省点もありながら、まあ対戦も新体制になって監督とかも変わった中で、まあボール保持率を上げようっていうのがやっぱトライできたし、まあもちろんアメリカも選手が違うんで、まあ比べることはできないですけど、でも、まあその13年ぶりに勝ったとか、シービリーブスで初めて優勝したとかっていうのを、こう、日本の皆さんに届け入れたっていうのはすごく、いいニュースだったんじゃないかなと思います。そのニールソン監督の初めての試合でしたけど、そういうニールソン監督の印象とかは？本当になんか、物腰柔らかい、なんか、人で優しくて、本当になんか自分たち日本代表のことを本当に信じて、あの、や、信じてくれてるっていうのはすごく伝わりますし、そのミスを恐れないとか、その勇敢に戦うっていうのを、まあ特にこの間の CB リーグスは伝えてくれて、まあ短い期間でしたけど、あそこまで、なんだろう、気持ちに変化があそこまでの結果につながるっていうのは、まあ意識でこんだけ変わるんだなっていうのを思いました。4ゴール2試合決めたところで結構田中さんだけではなくいろんな選手もゴール決めてましたけど、浜田舞香選手とかでもそういう浜田選手は特に若い選手ですけど、そういう若い選手と経験のある選手とバランスのいい今なでしこのチームだと思うんですけど、そのチームを選ぶときっていうのはニールソン監督といつ話し始めたところなんですかね、このシービリーズカップのためには。チームを選ぶっていうのは、選ばれるっていう話、はい。選ばれるっていうのはいつ聞いたとこだったんですかね、そのシーベリーズカップ？いやでも、その CB リーグスカップ、まあ公式のリリースが出る2週間ぐらい前とかじゃないですか。はい。その前とかにはニルソン監督と話したことはなかった感じなんですかね？一回日本でちょっとお会いして話す機会があったんで、まあその時から本当に優しそうな監督だなっていうのは思ってましニルソン監督って日本語は喋た。れいや、ないんですよね？英語で通訳の方が、通訳同はい、士ですかね？います。はい。わかりました。東京ヴェルディベレサで9年やってましたけど、リーグを5回勝って MVP2 年っていうすごい活躍してましたけど、その間で一番
一番好きだったというか、一番思い出にあるゴールであったり、トロフィーだったりありますか？うーん。いやでも自分は2019年、2018年と2019年とまあ2年でキャプテンやってましたけど、特に最後の2019年は全部のタイトルを取った年だったんで、それはすごく嬉しかったです。確か2019年が初めてのAFC の女子クラブワールドカップみたいなクラブチャンピオンシップがありましたけど、そうですね。それはい。を勝ったの、そのトーナメントの印象は何でしたかね？韓国で寒かったっていうのと、中1日で試合があったんで、まあめちゃめちゃハードでした。それで、まあ、2020年から神戸に動きましたけど、神戸の時も確かチームメイト、東京ヴェルディにいた時の一緒のチームメイトもいたりしましたけど、その動いた時の大変でしたか？それ新しいチームに動くのっていうのは。まあ自分自身初めての経験だったんで、まずはそのチームになれることは、まあ、ちょっと大変でしたね、はい。それで2021年ローンでレベルクーズに行って、それでまあ今年の去年の夏からアメリカに来ましたけど、 NWSL あの最初の印象とかはどうですか、リーグとして？まあやっぱり縦には速いっていうのと、まあ個々で、まあ、まあゴールに向かう姿勢が強いなっていうのは感じてます。田中選手はここアメリカに来る前に日本人何か NWSL にもういましたけど、その選手とかと先に話したりしましたか？どんなリーグかっていう。いや、特に話してないです。はい。アメリカのに今住んでると思うんですけど、そのアメリカに住んでるそのシーズン中のあの日本に住んでる時のシーズン中ってどのぐらい違うんですかね、一日として？まあでもやっぱり環境はやっぱアメリカの方がいいですし、なんかご飯も出たりとか、そのサッカーに集中できる環境っていうのは、まあアメリカの方が日本に比べたら整ってるなっていうのは感じます。アメリカ、ヨーロッパに戻ったりとか日本戻ったりっていうのは今考えてないもんなんですかね、やっぱり今？そうですね。まあまだシーズン始まったばっかなんで、はい。それがまだ考えてないです。今シーズンの目当てとか目的とかありますかね？まあ、個人でやっぱゴールやアシスト、その結果につながるものを残したいですし、チームとしてはまずはまあプレーオフ目指していきたいなと思ってます。ありがとうございます。